こんにちは、アーチーです。よろしくお願いします。こんにちは、トマト大好きキリタンです。よろしくお願いします。ところでキリタン、これを見てほしいんだけど。これは、アズールの統計ですね。その通り。これを見れば、勝利者がどのような勝ち方をしているか参考になるよ。と言っても、アズール全体の統計なので、3人戦や4人戦の結果も含まれてるけどね。両ボーナスや列ボーナスも、ゲーム途中で投了したら反映されないですしね。なので、参考程度。キリタン、勝利者がどのくらいボーナスを取ってる。両ボーナスが平均 2.6 点だから、1行。列ボーナスが平均 10.11 点だから、1から2列。色ボーナスが平均 5.62 点だから、あれ、2ゲームに一度あるかどうかってこと。ちなみに、私の場合、0.48 点。20ゲームに一度だね。感覚的には、勝利者は、行と、列ボーナスを1から2取って、色ボーナスは、ほとんど見ないね。今回のテーマは、色ボーナス。キリタン、これで勝ってみよう。色ボーナスで、ですか。キリタン、対戦するよ。世界ランキング、上位を目指して頑張ります。さて、1ラウンドです。相手が先行ですね。タイルは、黒4、白3、青6、橙3、赤4です。青が多めですね。この配置なら、3列目ポジションを考えたいところ。やはり、青2を取りましたね。私は、黒2を取って4列目ポジションを狙います。相手は、青1を取りました。残るタイルは、1つずつ。序盤は失点を恐れず、タイルがたくさん欲しい。床の黒1を取って、4行目の完成を見せます。相手は阻止してきました。おかげで、赤が重なりました。赤2を5行目に置きます。私代々1、相手代々1と進むと、床には、白3、青3、赤2、私白3、相手青3、私赤2でしょうか。奇数種は、タイルが多く取れて助かります。さて、2ラウンドです。私が先行ですね。タイルは、黒1、白8、青2、橙6、赤3です。期待値と離れましたね。厄介なのは白です。私には、ほとんど使い道がない上、相手にとっては、2列目ポジションに必要なタイル、5行目は阻止できないでしょう。まあ、黒1を取られなかっただけでもいいです。5行目の完成というよりは、下プレ狙いですね。私は、青1を取って、相手の4行目にプレッシャーをかけます。赤2を取って、相手の2列目ボーナスを妨害します。と同時に、相手の4点を阻止します。分かっていたことですが、相手は白4を取って、5行目を完成させました。私も赤1を取って、5行目を完成させます。残るタイルは、橙6、白1、マイナス6点を取って、2行目を完成させたくありません。白1を取ります。相手の1行目を完成させたくないのもあります。あれ、何か大切なことを忘れている気が。しまった。3行目。さて、第3ラウンドです。相手が先行ですね。タイルは、黒6、白3、青5、橙1、赤5です。
形勢は悪いです。相手は3列目と4列目でボーナスが狙える上、タイルをつなげて得点を伸ばせそうです。つくづく2ラウンド終盤のミスがひどい。相手は黒3を取り、着々と3列目ボーナスを狙ってます。なんとかしなくては。そういえば、相手は1枚も赤を取ってません。対して、私は赤を7枚持ってます。やるしかないか。バーチーさん、次、赤3を取るのは確定として、問題はどの行に置くか。赤を4行目に置くと、相手赤1、私赤1、床のタイルは、黒2、白1、青4、大々1、悪くなさそう。ただ、すでに赤を5行目に置いて4行目も完成させると、相手に警戒されてしまう。ならば、3行目に置く方がいいか。しかし、こんな繋がらなそうなタイルを置くのが辛い。相手は青2としたプレ。私も青2を取って4列目を完成させます。相手は黒1。あれ、これってチャンスでは、私黒1、相手黒1で、床のタイルは、白3、青1、大々1、赤2。私白3、相手赤2か、白は残り6枚。相手の3列目ボーナスを阻止できそうだけど、得点差で負けそう。悩みますが、ここは赤2でいきます。さて、4ラウンドです。相手が先行ですね。タイルは、黒3、白3、青2、大々5、赤7です。赤7、なので、5ラウンドのタイルは、黒6、白3、青5、大々5、赤1です。私は、確実に色ボーナスを取れそうですが、果たしてどうなるか。相手は、赤2を取って4列目ボーナスを完成させました。私は青1としたプレを取ります。相手の青による色ボーナスを阻止します。あとやるべきことは祈ること。赤取らないでお願いします。何でもしますから。ですよね。あれ ?3 行目。3行目。これは相手はもしかしたら敗着9の手を指してしまったようです。理由5ラウンドになればわかりますよ。最初にね、とりあえず赤2を取ります。色ボーナスはハードルが高いです。タイルは各色20枚ありますが、そのうち必要なタイルは1行目1枚、2行目2枚と数えて15枚。私のタイルを見ていただければわかりますが、孤立しやすく得点が伸びません。正直、これで10点のボーナスは割に合いません。むしろ、2列ボーナスで14点の方が簡単です。あれ、相手は青を捨てました。5ラウンドでも5枚出るんですが、とりあえず、白1を取って1行目を完成させます。ここは白1を取ります。相手が失点を回避するなら私は4点、失点するならマイナス5点。さあ、どうしますか。5ラウンドのタイルは分かってます。さて、
答え合わせの時間がやってきました。最後の赤は先攻の私がいただきます。私はこの一手で19点。加えて相手は16点を得られない35点の価値がある一手です。あとは油断せずに行きましょう。相手は白1で1点。こちらも大々1で5点です。黒3を取ります。相手の3点を阻止しつつ6点を得ます。相手は4行目の完成を見せてきました。阻止したいですが罠です。大々2を取ると床には黒1、白2、青5。相手に色ボーナスを取られます。ここは黒で相手は大々2を取って7点。色ボーナスは諦めたようです。私58点、相手53点。対戦ありがとうございました。キリタン、お疲れ様でした。ありがとうございます。バーチーさん。それじゃあ、感想戦をしましょう。と言っても、すでに問題点は認識してますね。はい、第2ラウンドの最後。白1ではなく、大々6を取るべきでした。そうだね。相手が3行目に置いたので、2列目ボーナスが加速しただけでなく、すでに4、5行目がこのラウンドで完成したので、2点多く取られた。そして、色ボーナス。最低でも20枚中15枚必要。また、例えば赤4行目に、タイル5枚で埋めようとしたら、1枚余分に使ってしまう。なので、ほぼ独占しないと。色ボーナスを戦略の中心に据えるのは現実的でない。なら、バーチーさんはどのように使いますか？あくまで一手を稼ぐための見せ玉。第5ラウンドで相手がしたようにね。確かに、あれで大々を阻止できず、7点取られましたね。あと、相手の実質マイナス35点の手。これがあるからアズールは怖い。このおかげで、勝てたようなものですからね。感想戦はここまでにしましょう。キリタン、ご褒美です。わーい、トマトだ。トマト大好き。キリタンも喜んだところで、視聴者の皆さん。ご視聴、ありがとうございました。